にちは、八代あかねです。大変お待たせいたしました。10月末に募集いたしましたチャンネル登録者数1000人記念プレゼント企画の抽選会をやりたいと思います。イエーイ。本当はね、皆さんを待たせるのすごい申し訳なくて、もっと早くねやりたかったんですけど、ちょっと11月はねデザフェスというとても大きなイベントがあったので、それのためにねちょっと予習をしなきゃいけなかったり、あとこのねファイルの中身も結構ね詰めするのがなんだかんだ時間かかっちゃったのでね、抽選が1ヶ月後になってしまって大変お待たせいたしました。で、今回の動画は流れ的にはこのプレゼント企画に応募していただいた時に答えていただいたアンケートの中で、やってほしい企画で皆さんが結構被って言ってくださってたものとか、あと質問とかね要望とかもあったりしたので、そちらについてちょっと、質問コーナーじゃないですけど、少しお答えしたいなっていうのと、それが終わりましたら、こちらの中身をご紹介したいと思います。前回ねこのファイル作りの方をやったんですけど、中身まだ一切ねお見せしてないので、今回はこういうものが入ってるよっていう中身をお見せしようと思います。で、最後に抽選をねやりたいと思います。で、前回の動画でも言っているんですけれども、今回このお裾分けファイルを作るにあたっては、ネムの木ペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんの方からデザインペーパーのね使用許可をいただいております。もともとネムの木ペーパーアイテムさんはネムの木さん個人で出されてるペーパーに関しては、このお裾分けファイルとかの表紙に使うことは OK を出されているんですけれども、ビアカルーセルさんと、あとネムの木ペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんのコラボ商品に関しましては、一切商用利用が不可になっておりますので、今回はねこの動画を作るにあたって事前に許可をいただいております。またね、今回このお裾分けファイルの中にネムの木ペーパーアイテムさんのデザインペーパーも入れさせていただいてるんですけれども、そちらも本来ね優勝のプレゼントとしては使用不可になっているんですけれども、今回ご好意ということでお裾分けに入れてもいいよと言ってくださったのでね、入れさせていただいております。なので当選した方はね、ネムの木ペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんはもちろん、その他の作家さんの作品に関してもそれぞれね使用規定の方は確認されてからご使用の方をよろしくお願いいたします。さあ、それではまずは質問コーナーやっていきましょう。質問コーナーとしてね募集したわけではないので、皆さんからのねコメントに返答するっていうような形になるんですけれども、本当にね皆さん応募の際のねアンケートにもいっぱい答えてくださってとても参考になりました。嬉しい言葉をね書いてくださる方も本当にたくさんいて、すごく励みになりましたし、やっててよかったなって本当に思えて、いっぱい元気とねパワーをいただけました。ありがとうございました。で、いただいたアンケートのね回答の中で一番多かったやってほしい企画ということで、収納動画が一番でございました。すごい多かったですね、収納動画。収納動画またはデスクツアーっていう感じで、今まで買ったね素材たちをどういう風にしまっているのかを見せてほしいっていうお言葉をたくさんいただいたんですけれども、正直ね私としても収納動画やりたいなとは前々からね思っていたんですが、いかんせんね今住んでる家の部屋がですね、主人と一部屋を半分こして使ってるんですよ。だいたい一部屋が約7畳ぐらいの部屋なんですけれども、半分に割って使ってるので、柱とか含めるとね、こう正味使ってるのって多分3畳あるかないかなぐらいだと思うんです。なのでその3畳のスペースの中にもうぎゅうぎゅうパンパンに棚とかを駆使して今めちゃくちゃ詰め込んでる感じになってるので、すごいね美しくないんですよ。多分皆さんが想像してるかっこいい収納とか、他のね YouTuber さんがやられてる Vlog みたいな感じのね美しい感じでは決してなくて、もうとにかく狭いスペースにいかにうまく詰め込むかぐらいの感じにギュギュパンパンなので、期待されてるものにお答えできるかはちょっとわからないんですけれども、たくさんの方からね同じ、要望があったっていうのと、このアンケート以前からもねちょいちょいやってほしいって言ってもらえてたので、イベントがねない時を見計らって、収納動画は出したいなと思っております。やっぱりねちょっとイベントがあると旬なテーマになるので、第一優先になっちゃうんですよね。なのでイベントがね立て込んでる時はちょっと難しいんですけど、その合間のね何もない週とかにどこかで挟みたいなと思っております。なのでねこんだけねご
ご要望いただけてるので、絶対にどこかでやろうとは思っておりますので、収納動画ね希望されてる方はもうちょっと気長にねお待ちいただければなと思います。絶対やるんで。まだ全然ね引っ越しの予定とかないんですけれども、でもね今後いずれ絶対に引っ越したいなとは思っているので、引っ越してからね美しくなった状態でね撮りたいなとも思ってたんですが、全然引っ越しの予定が決まらなくてですね途方に暮れているので、引っ越す前に表彰スペース収納としてねお見せできたらいいなと思います。参考になるか全く分かりませんすいません。そしてね他にも多かったのがコラージュ動画でした。これね本当にありがたくて、私としてもねやっぱりこんだけたくさんいろいろ買ってて、どんどん使いたいんですよ。なのでねコラージュ動画今後ねもっともっとやっていきたいなと思っているんですけれども、今のところですね私の動画で、このプレゼント企画前回のね動画を含めると3回ぐらいクラフト動画作ってるんですよ。ボックスコラージュとこのプレゼント企画のお裾分けファイル作りと、あとこの間出した猫縛りコラージュですね、3つ出してるんですけど、コラージュ動画を出すとですねいつも YouTube に怒られるんですよ。 YouTube のね投稿者だけが見れる管理ページがあるんですけど、そのページにねこういつもよりたくさんの人が見てくれてますとか、いつもと同じぐらい見てくれてますとか、いつもより見られていませんとかっていう評価がされるんですよ。で残念なことにですねこのコラージュ動画を出した時っていつもね YouTuber さんからねこの動画は普段の視聴者様からあまり見られていませんって怒られちゃっててすごいねぐっさり刺さるんですよね心にね見てくれてる方はねもちろんいて、私的にはね視聴回数も全然悪くないというか、本当にたくさんの方に見ていただいて嬉しいなと思うんですけれども、 YouTuber さんがね厳しくてですね、どうやら他の、イベントとかのね動画とか商品紹介の動画よりもコラージュ動画の方が人気ないですよっていうね評価になっちゃってるんですよね。で YouTuber さんは結構ね前回も言ったんですけど鬼畜で、動画がねあんまり見てもらえてないって評価されるとおすすめに乗らなくなっちゃうのでチャンネルが死んでいってしまうんですよ。そうなのでねそれもあってねちょっとねコラージュ動画出すの怖くなってはきてるんですよね。3本出してね3本とも全部怒られてるんです YouTube になのでね皆さんぜひ一人複数回喜んでっていう感じなのでね、ぜひコラージュ動画積極的に見ていただけると今後もねコラージュ動画やっていきたいなというモチベーションにつながりますのでよろしくお願いいたします。こんだけね素材買ってるので絶対やるんですけど、私の心のモチベーション的に私は褒められて伸びるタイプなので YouTube に怒られるとねやる気なくなっちゃうんですよ。なのでぜひぜひよろしくお願いいたします。あとねちょろちょろあったのがシーリングスタンプですね。もうこれはねやります。絶対やります。もうたくさん購入してますし、次のね文具女子博でも新しいシーリングスタンプも入手しようと思っているので、タイミングをね見計らって持ってるシーリングスタンプ全部押すね動画、また検証動画みたいになるんですけど作りたいなと思っているのでねお楽しみにお待ちください。あとねカッティング台動画とかハンコを使ってる動画っていうのもやってほしいっていう言葉をちょろちょろいただいて、カッティング台ね初めてカッティング台の動画を作った大検証動画っていうのがあるんですけど、そちらね実はこのチャンネルの中で最も見られてる動画なんですよ。びっくりしました私もカッティング台こんなに見てもらえるんだと思って嬉しくなってね第2弾やったんですけど、第2弾そんなに振るわなくてですねただね実は控えてるんですよね新しいカッティング台まだまだ。なのでねまたちょろちょろね大検証動画出したりとか、こういうねコラージュとかの動画が増えてきたらもちろんカッティング台を使って素材作ってるところとかも映ると思うのでね、またカッティング台動画出るには出ると思うので少々お待ちください。でハンコもねやります。絶対やります。ハンコね今どうしようかなって思ってるんですよ。集めまくっちゃって今かなり量があるんですよね。多分1本の動画で全種紹介できないので、私はね一応今のところアリサンダー赤メガネさんのハンコが一番多いので、アリサンダー赤メガネさん特集をしようかなとは思っております。その他のねバラバラの作家さんのハンコはまた一つの動画にねまとめて紹介とかでもいいかなと思ってるんですけれども、ハンコもね積極的に紹介していきたいなと思っているので、こちらもお楽しみにしていていただければなと思います。なんかねお待たせしてばっかりなんですけれど絶対やるんでお待ちください。あとね質問コーナーやってほしいって言ってくださる方もいて、私としてもねもし皆さんが興味あるならね、私おしゃべり好きなので質問コーナーやってみたいなとは思うんですけど、私のイメージ的にはね
質問コーナーとかできるのってマジ1万人ぐらいいる大きいチャンネルの方なんじゃないかなっていうイメージがあるので、私なんかがやってちゃんと質問が集まるのだろうかっていう不安があります。質問コーナーね、もしやってほしいっていう方さらにいらっしゃいましたらね、コメント欄にやってほしいって書いていただけると嬉しいです。他にもね、あと福袋動画とか韓国ステッカーの動画とかね、今回使ったからだと思うんですけれども、言ってくださる方ちらほらいました。福袋に関してはね、もうこればっかりは時期次第なので、お店側が出していただかないと私も買えないので福袋は購入できるチャンスがあれば積極的に狙っていこうと思ってはいるので、またゲットでき次第ね、随時ご紹介していけたらなと思っております。韓国ステッカーに関しては取りだめはもうすでにしてあります。今回ご紹介しているやつも購入してね、届いた時の紹介動画として取りだめはされてますし、実はハマりまくっちゃってまだまだ購入してるので、多分ね、シーインの爆買い動画みたいにちょいちょい隙間でねアップされると思います。シーインの爆買い購入動画もね4本ぐらい溜まってるのでねちょっと出すのがね遅くなっちゃって、私がねご紹介してた時は売られてたんですけど、すでにもう売り切れになってしまってる商品とかもやっぱりあったみたいで、前回ね出した第3弾だったかなの動画の時にも出すの遅くなっちゃってるんでね、ご紹介したものが売り切れてて手に入らなかったっていうコメントもいただいたんですけど、もうそれに関してはね本当に申し訳ないです。イベントが結構いっぱいあるんですごめんなさい。なのでね、ちょっと旬な時にね出せてなくて本当に申し訳ないんですけれども、シーインの購入品動画に関しましては、ご紹介した番号でね、番号とかタイトルで検索していただいて、それが売り切れであった場合は下の方を見ていただくと関連商品とか類似商品っていう形で似てる商品が出てくるんですよ。で、大抵の商品は同じ商品が別のショップから出されてたりします。なのでね、そちらをご利用いただければなと思います。すいません、本当はねもう5人ぐらい自分がいればね、もう毎日でも動画出したいし、旬なね時期を逃さずにアップしたいんですけれども、なかなかね数がこなせなくて申し訳ないです。で、あとですね、いただいたご要望なんですけれども、まずね、イベント前にイベントの告知をしてほしいっていうお言葉を結構何人の方からかいただいたんですが、これに関してはですね、ごめんなさいとしか言えないですね。なんて言いましょう、私も初めて参加するイベントがまだまだ多いですし、イベントの関係者ではないので、イベントの情報がお知らせされてるタイミングって皆さんと同じなんですよね。なのでね、事前にイベントの内容を詳しくご紹介することが物理的にできません。皆さんの要望的にね、どういうレベルをね求めて言ってくださったのかがわからないので、今私がお答えしてるようなことではないのかもしれないんですけど、とりあえず開催される時期とか、チケット販売始まったよとか、そういうちっちゃな情報に関しては X 旧 Twitter の方でね、私は結構発信してるので、イベント情報を早めに知りたいなっていう方はぜひ X の方をフォローしていただけると、ちょっとはイベントのその告知情報がゲットしやすいかなとは思います。他の YouTuber さんとかでイベントの前にね、おすすめのブース紹介とかされてる方もいるじゃないですか。私もね、あれ撮りたいなとは思ってはいるんですけど、結構ね、私ギリギリまでイベントでの購入品をみっちり調べるタイプなんですよ。私の情報の集め方が、そのショップさんの公式 X からタイムリーに引用してる情報をゲットするだけじゃなくて、過去のイベントで画像に写ってた商品とか、ホームページとか公式ショップに載ってる商品の情報とか、そういうの全て含めて欲しいものリストに書き込んでるんですよ。なのでイベントで売られるかどうかの確証がないんですよね、私がおすすめしたいものって。なのでなかなか動画にできてなくてですね、あとイベント前はめちゃくちゃやっぱ忙しいので、その下準備があるのでね、ちょっと今のところね、形にできる未来図があんまり見えてないです。ただね、今後もめちゃくちゃ売ってなくてもいいから気になってる商品教えてほしいとかね、そういうのでも見たいって言ってくれる方が多ければですね、もちろん新しいテーマとしてね、動画作りたいなとは思っているので、ぜひね、コメントでそういうご要望もね、書いていただけると嬉しいです。皆さんね、よくイベント前にあんなにまとめられるなって思うんですよね。もう私イベント前テンパっちゃってて毎回絶対動画撮りたいし、絶対欲しいものはここでゲットしなくてはっていう気持ちで意気込んでるので、やっぱりね、子供がいるのもあって、
て、イベントに行ける時ってだいたい主人にね子供預けてたりとか、誰かしらに子供を頼んで行かせてもらってる立場なので、すごい真剣なんですよ。その時間しかないっていう気持ちで死ぬ気で行ってるので全然余裕がなくて申し訳ないです。あとですね、万年筆紹介してほしいっていう方もちらほらいまして、私万年筆は全然手出してないんですよ。お高くて予算的にね、万年筆買っちゃうと他の文具買えなくなっちゃうので手を出してないジャンルなんですよね。なので私が持ってる万年筆ってプレッピーとかフォンテさんカスタム万年筆ぐらいしか持ってなくて、ご紹介できるものがありませんすいません。高い万年筆買ってもね、多分宝の持ち腐れになってしまうのでね。と言いつつガラスペンはね手出しちゃったんですけどね、ガラスペンの方がねメンテナンスが簡単かなって思ったんですよ。洗ったりするのも楽だし、万年筆長時間ね使わないとインク詰まっちゃうんでね。なのでちょっと万年筆のご紹介に関しては、このチャンネルがめちゃくちゃ人気になって万年筆買えるぜってなった時とか、あと私の字が上達した時ですねすいません。そしてね、すごくこれも多かったご要望なんですけど、交換会をやってほしいっていう風にたくさんの方がね言ってくださって、お裾分けファイルの総合送信ですよね。以前もね多分ちょろっと言ったと思うんですが、今回のねこのプレゼントもそうなんですけど、送る時に使ってる住所ってレンタル住所なんですよ。でそのレンタル住所は送る専用として使っていて、受け取りができないんですよね。なので受け取る場合は自宅の住所をお伝えしなきゃいけないっていう形になってしまうんです。今私はね全く事務所とかも入ってない完全に個人でね活動しているので、さすがにちょっと怖いなっていう気持ちがあります。私と交換会する場合って皆さんは私にしか送り先を伝えなくていいじゃないですか。私側は例えば4名様と交換会ってなったら4名の方に私の住所を教えなきゃいけないんですよね。そうすると今後ね、もっと例えば、7個とか10個とかっていう風に数が増えてった時にたくさん住所を教えなきゃいけないのは、やっぱりちょっと子供がいる身としては怖いなっていうところがありまして、皆さん絶対悪い人たちいないとは思ってるんですけど、何があるかね分かんないネット上の世界なのでね。なのでちょっと今個人で活動してる段階ではちょっと交換会はできないと思います。フリマサイトとかね使うと匿名配送もできるとは思うんですけど、フリマサイトねもうすでに個人のアカウントで持ってしまっているので、ああいうのって2つアカウント持てないんですよね。なのでちょっと難しいかなと思っております。いずれねこのチャンネルが成長してくれて事務所とかね所属できるようになったら、事務所のね住所で交換会とかできるなとは企んでいるので、私の成長を温かく見守ってていただければなと思います。あとですね、手帳術をね教えてほしいっていうご要望もありまして、要は手帳の使い方ですよね。これに関してはですね、万年筆と同じなんですけど、私手帳を一切使わない人間なんです。このアナログ文具が大好き人間ではあるんですけど、実際の生活上ではスケジュールとか予定とか全てねデジタルなんですよ。それもあって逆に癒されたい時にはアナログに触れたいっていう気持ちでやっているので、手帳をね紙ではつけてないんですよね。自分の字が嫌いなのもあって、あんまり書き込みはしたくないんですよね。なので私としては多分今後この動画でも基本的にはこういうコラージュとか、その字は書かなくていいもの色を塗るとかそっちの方向の、制作動画が多いかなとは思います。なのでねちょっと手帳は全然手出してないですね。一人5冊とかね手帳つけてる方もいてすごいなって思うんですけれども、ちょっと残念ながらね私はまだ手帳界隈には手を出していません。逆にね私としては皆さんの手帳術を教えていただきたいですね。三日坊主になるんですよいつも手帳って。だからぜひ逆にね皆さんにどういう手帳の使い方してるのかは聞いてみたいですねね、本当はねライブ配信とかができればねリアルタイムでお話もできるのでねいいんですけど、いかんせんね私これ撮影も夜中の12時からスタートとかなのでね、皆さん寝てらっしゃるだろうなということでライブ配信の予定は今のところありません。いただいたね要望で多かったのはこんな感じですね。本当に皆さんたくさんのご回答ありがとうございました。さあそれではねもうお待たせしてばかりで申し訳ないんですけれども、中身のねご紹介をしていきたいと思います。ちなみにこちら
中身はですね、全て同じ構成になっております。一つ一つ柄とか色とかはね、このファイル同様違うものが入ってはいると思うんですけれども、フレークシール、人物ステッカー、デザペとか、そういうその構成は一緒になっているので、参考にしていただければなと思います。全部ちょっとお見せするとワクワク感も減っちゃうと思うので、一部をお見せする形にしたいと思います。なのでね、今回お見せしてないものも入ってる可能性があるということで、お楽しみにしてください。開けるとね、こんな感じで結構たくさん詰めました。たくさん詰めすぎてですね、この MT ラップに関してはですね、結構この糊部分がね、パッチパチすぎて剥がれてるものがあるかもしれません。届いた頃には。もう今すでにね、私もう毎回これ開くたんびに閉めてるんですけど結構ね、張り裂けてるんですよね。パチパチで。結構分厚くなっちゃって。なのでね、ちょっとここはもしかしたら、届いた時にはパックリ口が開いてるかもしれないんですが、そこはちょっとご了承ください。本当はね、糊とかね、両面テープで留めちゃおうかなと思ったんですが、変にくっついても嫌ですし、MT ラップってこういうもんだよっていうのをね、実物をね、そのまんま使ってるところを見ていただきたいなっていう気持ちもあったので、今回は手を加えていません。なので、パックリ開いてる可能性があります。ご了承ください。で、中身いろいろ詰めてたらね、あれも入れたい、これも入れたいって思ってかなりボリューミーになりまして、今の段階でこの分厚さですね。これからね、最後もう一個入れるものをね、作っていきたいと思ってるんですけど、だいたいこれぐらいの分厚さだよと思っていただければなと思います。たくさん入れてみました。で、中の梱包はね、もうちょっと簡易なものにさせていただいております。ご紹介してあるものからまだご紹介できてない取りだめしてる段階のものまでたくさんのね、シーインで買った素材とか、あとは個人でねゲットしたものとか、こういう切手帳のシールとかね、中身そんなにおしゃれな梱包じゃなくて申し訳ないんですけれども、たくさん詰めたかったんでね、ちょっとここの労力だけは最低限にさせていただきました。こういうシールですね。基本的にどれも新品のものをお裾分けっていう形で1枚入れてるっていう感じなんですけれども、4人分に分けるためにこういう風に一部ハサミで切られてるものとかもあります。別に使いかけとかじゃなくて新品を半分に切ったものになります。あとはね、もしかしたら中にはね、動画の中で私的には使いにくいって言ってる素材が入ってる可能性もあるんですけれども、もういっぱいすぎて何入れたか覚えてないんですよ。このね、何を入れようかっていうのを準備してたのは結構前から準備してたのでね。なのでそういうものも入ってるかもしれないんですけれども、私はねうまく使いこなせないと思ったものでも、皆さんだったらきっと上手に使ってくださるとかね、どういう風に使ったかぜひ X でも教えてほしいなと思ったので、入ってる場合があります。ご了承ください。いらないものをあげてるつもりは全くなくて、ただね、宝の持ち腐れになってしまうと悲しいですし、私にとって苦手なものでも他の人にとってはね、宝物っていうものも絶対あると思ってるので、変なものは入れてないのでねご安心ください。あとここにはね、このステッカーですね。これも10枚かな、入ってます。こっち側こんな感じで、結構いっぱい入れすぎたらこの蓋が閉まんなくなっちゃったので、マグネット式にちょっとしました。2つねマグネットついてますで、ここはね、全部お見せするとねつまんないと思うので、チラッとお見せすると、こんな感じで私の好きな作家さんのものからシーンのものまでっていう感じでね、たくさんの紙素材が入っております。今回ね、初めてのお裾分けファイル作りプレゼントということでね、やっぱり最初の1000人っていう壁はね大きいという認識があるのでね、ちょっとプレゼント企画も張り切っちゃいましたいっぱい入れましたよ。さあ、そして3つ目は、MT ラップですね。ここはねフレークシールとかが入ってます。ザザッとこんな感じで、結構これもね袋パンパンに入ってます。あとはこっちはねチケットとかフレームとかの紙素材シールですね。いや、皆さんにね喜んでもらえるといいなと思っていっぱいこれも冷たいあれも冷たいって考えてたらね、パンパンになっちゃって、実は当初ですねもっと入ってたんですけどさすがに閉まらなくて、もう閉まんないのはまずいよなと思って減らしたんですよ。減らしてもねまだ結構パチパチですね
なのでね、まあ喜んでいただければなと思います。でこのちっちゃいところにはちっちゃめのメモとかフレームシールとかが入っております。でここはねカード類ですね。メッセージカードとかが入ってます。でこちらがマスキングテープのお裾分けだったりとか、あとは人物ステッカー、この間のねデザフェスでご紹介した人物ステッカー1枚ずつ入れました。これねそれぞれカラーが入ってるもの違うのでねお楽しみに。あとこれはねまだご紹介してないんですけれども、韓国の人気人物ステッカー作家さんの新作のねシールになってます。であと、こちらですね、以前ご紹介したレガーロパピロさんの OPP テープをフレークシールにしました。これに関してはね剥離紙に自分で貼って切ってるのでちょっとハンドメイドになっているのでねカット口がいびつだったりするかもしれないんですけれどもご了承ください。このサンタさんねフレークシールになっております。あとこちらも韓国ステッカーのお店の OPP テープ切ったものになります。スタバのこれ明らかにスタバですよね。スタバとは書いてないんですけれどもちょっとスタバチックな飲み物の OPP テープをカットしました。でここにね、最後もう一つ詰めたいと思ってますのでそれをこれからね作ろうと思っております。であとはですねちょっと全部はお見せしないんですけど正当者さんとかネムノキさんのねデザペを入れさせていただいてたり、グラシン紙のねこの原稿用紙ミニ原稿用紙入れてたりとか、あとはね山本資業さんの特殊紙も入れてあります。これはね春の限定のセットのシリーズですね。他にもね入ってるので詳しくはね楽しみにしていただければなと思います。多分ねこの分厚さなのでね発送はレターパックプラスになるかなっていうイメージなんですけれども、閉まるかなちょっと不安なんですよね。まだね発送方法未定なのでねちょっと後で考えたいと思います。はい、というわけでね最後もう一個だけ追加しようと思っているのがこちらになります。こちらね王さんと呼ばれている人気韓国人物ステッカーの作家さんなんですけれども、ピンコイのアカウントでは O1004 っていうアカウント名でやられていて、韓国でのお名前は O エンジェルさんっていう方みたいです。すごいね人気の韓国人物ステッカーのね作家さんなんですけれども、まだね動画上げられてないんですけれども、今回この方のね OPP テープをたくさん購入したのでお裾分けを作っております。これがね1パックずつこう1人ずつに入る予定なんですけれども、今ね4枚入ってますね。なのでちょっと追加したいなと思ってこの動画でやろうと思いました。はい、というわけでね最後1枚ずつぐらいかな追加したいなと思います。こんな感じでねめちゃくちゃ大きい OPP テープなんですよ立派ですよね。こちらをねこの剥離紙に貼ってねステッカーを作っていきます。約10センチぐらいありますからねこれ横幅めちゃくちゃでっかいんですよ。こんな感じのステッカーですね。かわいいな。OPP テープはねすぐねくっついちゃうんでね、そうするとどこからめくればいいかの迷子になってしまうので結構ねカット大変なんですよ。やっぱ薄いのは薄いのでねなかなか貼るの難しいんですよ。2枚ずつ入れましょうか、せっかくなんでね。なのでねこれを作成するにあたってねめちゃくちゃたくさんのね剥離紙を購入しました。業務用かなっていうレベルのね剥離紙を買いましたよ自分でねこの OPP テープ使う時もね実際多分フレークシールにして使うと思いますし、今後もね2000人とかの記念の時にも入れるチャンスもありますし、ちょっとね1回目のこの1000人記念の時に張り切りすぎちゃって2000人の時は何しようかなってちょっと悩みますよね。こういう感じですよ。今6枚なのでちょっとねやっぱりハンドメイドものになるとね既製品とは違って美しさがなかったりとか至らない部分があったりしちゃうかもしれないんですけれども、ハンドメイド気持ち悪いなとか思う方はね処分していただくなりお好きにしていただければなと思います。既製品メインなんですけどね、一応やっぱりこうなんかプレゼントで何かしらこう手が入ってるものもいいなと思ってねちょっと出しゃばらせていただきました。ちなみにねこの剥離紙は私は某フリマサイトで購入しました。業務用で多分他の素材に使われてたものの剥離紙を本当にね業務用サイズで売ってくださる方がいまして、単価的にめちゃくちゃ安かったのでね
多分今後いっぱい使うかなと思ってまるっと購入しました。剥離紙って売ってないんですよね。ダイソーさんとかね、セリアさんでちっちゃいサイズのは売ってるんですけど、この OPP テープ結構ね幅も広いですし、この剥離紙の厚みはねやっぱりセリアさんのやつの方がね単価が高いだけあって分厚くてしっかりしてって、こっちはねやっぱ薄いんですけど、でもめくりやすいです、薄い方がこれねシールの大きさとこの剥離紙の大きさがこうカットによってねどうしても同じになっちゃうので、多少めくりにくいって思うかもしれないんですけど、その場合はマスキングテープとかをね端っこにくっつけて引っ張っていただくと多分取れると思います。これね私もまだ買ったばっかりでね、今回プレゼント企画やるから思い切って開けたんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよこれ。人物ステッカーとかね趣味じゃない人趣味な人結構分かれるタイプの文具かなとは思うんですけれども、これを機会にね興味なかった方もいろんなもの知ってもらえたらなと思います。お裾分けファイルってそういうもんですからね。よし、じゃあ切っていきます。これをね昨日一人夜な夜な4人分やってたんですよそれでねだいぶ剥離紙に貼るコツみたいなのをね学びました。やっぱ薄いもの対薄いものなので、特に OPP テープはね切った先端がね元のロールにくっついちゃって消えてしまう案件はねなかなか悩まされましてね。太さも太さなので普通のねガムテープカッターみたいなやつとかに入らないんですよなのでねどうしようかなって悩んで、最終的にこうやってね剥離紙を挟むっていう方法が一番便利だったのでそうしました。皆さんはこういう素材の中で一番、好きだったり今ハマってるものってどんなものですか？私はやっぱデザペ集め、半分素材としてではなくねもう美術品になってるんですけど、私の中ではデザペ集めと、あとやっぱ今はねこの韓国人物ステッカーめっちゃドハマりしちゃってますね。文字とか書く方はやっぱりレターセットとかメモ帳とかがいいんでしょうかね。これお花柄に切らない方が逆に良かったかな。丸く切った方が良かったですかね。OPP テープねこの絵が描いてあるところ以外はね透明なので、丸く大きめにね切っちゃってもそんなに別にブサイクにならないとは思うんですけれども、今回のねお裾分けファイルの中身をね詰めるっていうことをきっかけに初めて開けた商品とかもいっぱいあります。実は私は大抵ね今のところまだもったいない病で寝かしてしまうタイプなので、ようやっとねマスキングテープを開けれるようになってきた人間で、もともとこう未開封新品の状態を置いておくのがすごく好きなんですよ。コレクターですよね、どっちかっていうと。本当に新品で美しい状態を眺めることに癒されるっていうね。なのでついついね未開封のまま大事の子にしちゃう癖があるんですが、今回はね詰めるぞと思ってね思い切って開けたり使ったりしました。いい機会をいただきました、本当に使うとねやっぱ使わないともったいないよねとかかわいそうだよねとか思うんですけど、新品の時見てるとねすごい癒されるんですよ。なんか自分がお店屋さんになったような気持ちになって買ってその場で開けれちゃう人とかもいるじゃないですか。あれすごい羨ましいです。躊躇しちゃうんですよね。ここだけの話で言うともう本当にね動画で紹介してる時でさえこれは開けたくないってやつありますもん。もうどうしても開けたくない気持ちが勝った時はね甘えさせていただいてお外からご覧になっていただく手法をとっているんですけれどやっぱね新品ってその時しかないじゃないですか。これお花柄まただ。どうしようかな。ちょっとこれ丸く切っちゃいますね。これ気になる方はちょっとご自身で切っていただいてあんまり細かく切りすぎるとちょっと失敗しちゃった時にやばいなっていうのもあって剥がしにくいかもしれない。さっきの細かく切ったやつはちょっと頑張って切ったんですけど、もし剥がしにくかったらあれ当たった方ごめんなさいさあ最後の1枚です。このねでも OPP テープは比較的楽でしたね。あとのやつ全部人物型なんでね。はいできました。こんな感じ。花柄の男これ気になる方は切ってください可愛いですよねどれもね。こんな感じですね。で大きさ的にはねほんとこんな手のひらパンパンって感じなのですごい使いやすい大きさかなとも思います。これをね2枚ずつ入れていきたいと思います。
。ランダムで入れたいと思います。本当はねこの袋とかもね封筒平袋をね作ってとかねやりたかったんですけれども、ちょっとね時間がなかったです。ごめんなさい。またねそういうところを気合い入れていくのはまた2000人の時頑張ろうかなと思います。よし、こんな感じですね。最後これを入れて完成ですね。なんかシール貼ろうかな。フード目にね余白さんのフレークシール貼りたいと思います。こんな感じですね。可愛いお裾分け平袋とかね作りだめしとけばいいんですよねきっとね。また動画で平袋作りとかもやりたいです。ここも閉めた方がいいかな。100均のものにはなってしまうんですけれども、これでもねすっごい可愛いんですよ。新作ですよね。人物のステッカーになります。これをランダムで貼ろうかな。可愛い。であとここねどうしても弾けやすいのでここ貼りたいと思います。これねアデリアレトロのステッカーですね。はい、こんな感じですね。でこのファイルの封筒についてなんですけど、これもね貼ってたりとかMT ラップはもちろんそうなんですけど、ここら辺も全部自分でね作った封筒になるので、ちょっとね1個ずつファイルでね大きさがまちまちなんですよ。ちょっと同じ企画にしなかったので、なのでねこの封筒がこっち側についてたりとか位置がねちょっと逆になってるものもあるので、そこはご了承ください。はい、というわけでね入ってるものはだいたいこんな感じですね。さあそれでは大変お待たせいたしました。これから当選者の抽選会をしたいと思います。はい、それでは抽選の方に移っていきたいと思います。当初ですねスマホのアプリで抽選をする予定だったんですけれども、今回応募してくださった方が156名いらっしゃったので Excel で抽選ができるプログラムを作っていただきました。私としては10人応募者が集まってくれれば御の字っていう風に思っていたんですよ。でスマホの抽選アプリの方はですねお名前を手動で打ち込んでいかなくてはいけないもので、10人だったらね打てるかなと思っていたんですけれども、大変ありがたいことにですね今回156名もの方が応募してくださったので、さすがにね手動で打ち込んでしまうとミスが起きてしまってはいけないということで、今回このね Excel で抽選できる形にしました。応募してくださった時にね書き込んでいただいた Google フォームは Excel にアンケート内容をね全て抽出できるようになっていまして、なのでその Excel のねお名前の部分をこちらにコピペした形になります。なのでね間違いはないんじゃないかなという感じなんですけれども、こちら上2段ね空白部分があるので、こうやって下まで行くと158番まで今お名前が書かれております。上2段の空白を抜かすとね人数的には156名の方全てのお名前がこちらに書いてある形になります。で私がこの抽選ボタンを押すとこのリストの中から1人ずつランダムで当選者が選ばれていくという形になります。今回ね本当に完全ランダムですので、外れてしまった方どうか恨まないでください。また今後もね節目節目にいつも応援してくださってる皆さんに何かしらね還元できる企画やっていきたいなと思っておりますのでね、こういう企画でねトラブルが発生してしまうと今後プレゼント企画とかねできなくなってしまう可能性もあるので、皆様大きな心で抽選結果を見ていただければなと思います。それでは早速まず最初の1人目抽選いきたいと思います。今ね私がめちゃくちゃ緊張してるんですよ、なぜかなのでねこのドキドキを皆さんと一緒に味わいながら早速1人目いきたいと思います。いきます。でで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 でん、くまももさんおめでとうございます。いやドキドキしますねこのドゥ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 がねさあどんどん行きましょう。それでは2人目いきます。でで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 でん、バナナさんです。おめでとうございますめちゃくちゃ汗かいてますなぜかさあそれでは3人目いきます。でで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 ん、吹雪愛さんです。おめでとうございます。いやあっという間ですね。さあそれでは泣いても笑っても最後です。いきます。でで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 ん、みっつーさんです。おめでとうございま
。はい、ということで、くまももさん、バナナさん、ふぶきあいさん、みっつーさん、おめでとうございます。今回ね、当選した4名の方には、アンケートの応募の時に記載していただいたメールアドレスに当選のメールをお送りいたします。その当選のメールでですね、発送先等の個人情報をいただく形になりますので、当選したこの4名の方は忘れずにチェックをお願いします。一応期限を設けさせていただきまして、期限内に連絡がつかなかったり、ご返信いただけない場合はですね、今回応募いただいた方の中から再抽選をさせていただきたいと思います。再抽選がある場合は X の方にまたお知らせしますので、ぜひフォローしていただければなと思います。またね、2000人、3000人とこの節目節目にね、何かしら皆様にね、還元できるような企画やりたいなとは思っておりますので、X の方もね、YouTube の方も両方ともね、追いかけてくださると大変励みになります。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。